副業は10万円でいいっていう話です。毎週ラジオをやっていたり、あと、時丸田中のメンバーシップやってるんですけど、その中でやっぱり多いのが、仕事に関わる悩みですね。非常に多いです。で、3割ぐらい多分占めてるかなと思うんですけど、で、その中でもどういうふうなその仕事がいいかとか副業がいいかとか何から始めたらいいかみたいなところが多いんですけど、で、今日はまずその10万円っていうところで、なんかね、最初からその大きく稼ごうとか考えたりとか、あとはその何を副業にすればいいかってことをね、考えると思うんですよ、まずは。でもね、そこから変えた方がいいなと思っていて、で、その tips というか、結論が、まずね、その副業だと思わないっていうか、なんかそういうところが大事かなと思っています。で、副業っていわゆる、その本業があることに対するサブ的な仕事っていう、名前の通りそういう感じじゃないですか。だから、あくまでそのメインがある人の話なんですよね。で、それは最近のその副業ブームとか、もちろんそういう世間的に副業が認められて、副業しやすくなってるっていう時代性みたいなものを反映している言葉だとは思うんですけど、でも必ずその副業っていう時に絶対ね、そのメインの仕事があるはずなんですよ。で、副業として何かを始めると。で、僕が考えてるのは、もう副業っていう言い方をやめた方がいいんじゃないかなってことなんですよね。これ言葉尻の問題だけ捉えても意味がないことではあるんですけど、つまり、何か仕事をしていて、どれも自分のその本業だと捉えるというか、で、副業って考えるから、それが成長しないし、本気になれないんですよね、そこにね。で、もちろんその温度感というのは人によって違うので、それぞれね、のやり方でいいとは思うんですけど、なんとなくやっぱどうしてもそのサブ的な扱い方という考え方があるから、伸びづらいと。それで結局伸び悩んでる人が多いんじゃないかなと思うんですよ。で、僕自身はもうね、その副業っていう考え方がそもそもないんですよね。で、これは自分の仕事の特性というか、ずっとカメラマンをやっていたので、で、カメラマンっていう仕事をメインに据えながら他のことをいろいろやっていくってことをもう20代からずっとやってきてます。だから、副業っていう考え方がそんなにないんですよね。で、今もですね、この YouTube が、副業みたいなものではあるんですけど、ただね、結構難しくて、今、自分の会社を作って自分の会社の代表取締役でもあるし、で、その会社ドライブしながら自分のメンバーシップを運営していたりとか、で、YouTube やっていたりとか、なんかニュースレター書いたりとか、で、撮影もやったりとか、制作したりとか、で、ブランディングとかマーケティングやったりとか、で、なんかそういう感じでね、なんかどれをメインっていう風に自分の中で考えてないんですよね。すべて同じくらい重要というか、この YouTube ではいつもふざけちゃってますけど、でも自分にとってはこの YouTube は結構大事っていうか、面白いものの一つとね、エンターテインメントでもあるし、自分の、記録、自分をドキュメンタリーするっていうところもあるし、でもそれが同時に収益も発生してるんで、副業みたいになってはいるんですけど、ただなんかその温度感というか、どれもなんか、とにかく楽しいことをやっていくみたいな感じで、繋がっていると。で、その中で、やっぱりね、その10万円っていうそのキーワードがどこから出てきたかというと、で、これ過去に、副業、おすすめの副業みたいなね、動画も作ってるんですよ。で、その時何を自分で喋ったかあまり覚えてはいないんですけど、ただ、自分がこれまで実際にやってきた、仕事みたいなことを多分紹介してますね。変な、なんか学生の頃の知見のバイトとかだったりとか、あとはそのストックフォトだったりとか、撮影の仕事の中でも、写真の中でもいろんなその稼ぎ方があるっていう話をしたりとかね、してると思うんですけど、で、そのね、10万円っていうキーワードは、別に1万円でもよくて、で、とにかく自分の、好きな仕事っていうか、自分の得意なところと好きなところが混ざるような仕事で、何か少しでも収益を上げることができれば、それは一つの成功なんじゃないかなと思ってるんですよね。で、その小さな成功というか、そういうものを積み上げていくっていうことが大事で、だからこれ本当に仕事を考えるときに、やっぱり自分がなんとなく
やりたいことがあって、で、その枠の中で考えたりすると、していると思うんですよね。多くの人が。で、例えば、写真の仕事をしたいって思った時に、写真の仕事って本当にたくさんあって、で、カメラマンっていう仕事もあれば、写真館みたいな、街の写真館みたいなね、お店、なんか写真をそこで撮影したりとかね、スタジオで撮影したりとか、プリントを、お客さんのプリントを作ってあげる仕事だったりとか、で、あとはその写真に関わる企業、ビジュアル制作の企業に勤めるとか、で、あとは例えば美術館とか、写真を専門とするギャラリーのね、ギャラリストとかキュレーターになるとか、評論家になるとか、いろいろ本当にあるわけで、だから、その中ででも多分自分が何をできるか、で、目指したいものがある人は多分ね、そのままそこを目指せばいいので、楽なんですよね。ただ、でもいきなり行けない人もいるし、で、行けないからこそ何をしたらいいかっていうふうに迷ってると思うんですよ。で、消去法になってくると思っていて、で、やっぱり何かを考えるときに、自分はこれをやりたいと。でもそこに行けないから、じゃあその次にマシな仕事を選ぼうとしますよね。大体の人は多分そうです。思考回路的に。そこに行けないから、ちょっとそれに近い仕事だったりとか、ちょっとでもマシな仕事だったりとか、なんかそういうものを選びがちなんですよね。で、それはそれで良いと思ってて。で、そこからね、自分が好きな方向に向かっていけばいいんですけど、で、僕はキーワードとしてレバレッジワークって話をよくしてますけど、それも、最初は考えなくていいと思うんですよね。考えなくていいと思います。それは。だから本当に自分が好きな仕事、それはもうカフェのバイトでもいいだろうし、なんか本当にその辺の家の近くにある仕事場で働くとか、通勤をしたくないからとか、なんかそういうふうな消極的な考え方でも全然いいと思ってて。で、その中で何か一つ仕事をやっていくことによって、見えてくるものがあるんですよね。で、それはその自分がやってることから派生する場合もあるし、逆にそのやってることが向いてないなって、で、そこでつまずいて悩んで、自分はこの仕事やっぱり向いてないなって思って、じゃあ何が向いてるんだろう、何が好きなんだろうっていうふうに、新たな自分の本当に好きなものとかを探し始めるっていうフェーズが来たりします。だから、最初の取っかかりは本当に何でもよくて、とにかく興味のままにやってみるっていうこと。で、かつそれが自分が得意とすること、そして好きであることっていうことが混ざるっていうこと。そこのポイントを探し続けるっていうことが大事なんじゃないかなと思ってます。で、その後なんですよね。結局自分の仕事が時間労働なのか、それともレバレッジが効くような仕事なのかっていうことを分けていく作業というか、分けていくフェーズっていうのはその後に来ると思っていて。で、それは自分で意識的に分けるって感じではなくて、なんかね、何か仕事をちゃんとやっていれば、おのずと、派生してくると思うんですよね。そのレバレッジワークの方に。なぜなら、これも、一日は有限だからっていうところですね。で、人生は有限だからっていうところで、一日にできることが決まっていると、もうその中でやるしかないので、で、その一つ何か仕事をしているときに他の何かその副業的な第二の仕事を入れようと思ったときに、多分物理的に入れられないような状況になるんですよ。で、そうなったときに、じゃあ、どっちかを削るわけですよね。で、だからその時に、みんなメインがあるから副業を削るっていう話になりがちなんですけど、逆に本業、これまでメインとしていたことを削っていくってこともこれできるんですよ、実は。で、これ経営者目線から言うと多分ね、良くないんですよね。やっぱり自分の仕事っていうか、その会社に所属していて、例えば本業なのに副業でサブでやってるものに時間を自分の従業員が取られているってことになると、問題になりますよね。もっと本業に力入れてくれと。その本業を邪魔するような副業はしないでくれみたいな感じになりますよね。だからそこが、せめぎ合いというか、難しいところになるんですけど、自分自身も今、経営者目線とか、ずっと経営者目線でやってるんで、なんかそういうところは考えながら、そこの自分の所属しているところとか、そこのパフォーマンスを落とさずに、じゃあもう一つ自分の何か好きなこととかやりたいことを入れようと思った時に、
それがもうね、おのずと、つまりその時間を使う仕事っていうのはそこには入れられないわけですよね。だから結局そこが、レバレッジワークみたいなところに結果的になるっていう、まあ、いわゆるそういう考え方です。だから、よくね、ほら、会社員やりながら YouTuber やってる人とかいるじゃないですか。で、だからそれも多分同じことで、結局収録をする、録画をするっていうことは、まあ、そのライブであれば、毎回ね、リアルタイムで、視聴者に、話しかけなきゃいけない。リアルタイムに、ストリーミングをしなければならないってことになるんですけど、収録であれば、それ一回収録して、で、細かく毎日編集をして、で、2、3日で仕上げて、で、4日目にアップロードするみたいなことが可能なんですよ。で、かつ一回動画を上げてしまえば、それは、まあ、その動画の内容にもよりますけど、ほぼね、永続的にというか広がっていくと。だからそれがまあ、つまりレバレッジワークっていうことで、複製可能であるってことですね。だからまあそういうふうに、結局何か軸があるときにはもう物理的に入れることができないので、おのずとレバレッジワークにならざるを得ないっていうこと。そういうことだと思います。だからこれで本当に強者というか、本当にね、強者もまあいるんですよ。だから、そこの時間をね、削って、本当にもう週5日間、月曜日から金曜日まですでに働いているのに、次の第2の仕事を今度日曜日と土曜日も入れちゃって、で、それで全部時間を使って休む時間が一切ないっていう、そういう強者の人たちもいます。でもそれは、それが悪いっていうことではないんですよ。だから僕悪いと思っていないんですよね。で、ダブルワークが、あえてそれをやってる人もいれば、むしろそれを楽しんでいる人もいると思っていて、会社員をしながら、でも土日もなんか別の会社で働きながら、でも実は出勤日数はその土日の方が少ないけども、そっちの会社の方が面白いとかね、そっちの会社でやってることの方が自分が本当にやりたいことだっていう人もいると思うんで、だからそこの時間を使うってことが悪いってことではないんですよ。ここで言いたいことはね。で、まあ、結局その中で、優先順位をまあ考えることも大事なんだけど、いわゆるさっき、まあ最初の話に戻るんですけど、主軸とサブっていう考え方をやめるってこと。で、なんかね、多くの人がだから多分メインの仕事があって、そこから副業をやって、で、副業のことで本当にやりたいことをちょっとずつやっていくみたいな人が多いと思うんですけど、そういう場合はだから副業の方を今度メインにしなきゃいけないんですよね。だから最初から副業ではなくて、これは自分の事業だと。自分の一つの事業なんだっていう柱をもう立ててしまえば、それが逆転して、そっちを本業にできるんですよ。それを続けていけば。だから、それを副業と呼んでいる限りは、もうそれは副業でしかないというか、だから、それを自分で改めてそれは自分の事業だと、本業であるっていう立てた瞬間に、それは本業になり得ると。続けていけば。そういうふうに思ってます。で、数字の話に戻るんですけど、まあ、とにかく成功体験を積んでいくってことで、少しでもね、収益を上げられれば、それはもういくらでもよくて。だから最初自分の力で、もう会社の力ではなくて自分一人の力で1万円とか5万円とか10万円稼げるようになれば、1万円稼げた成功モデルというのは5万円にスケールすることができる。で、5万円に今度スケールできれば、それを同じ回数繰り返せば10万円にスケールすることができます。つまり、ビジネスの本質っていうのは単価かける数量ですよね。だから、いくらの商品をかけるいくつかっていうことなので、同じね、ものを売ってるのであれば、それをスケーリングさせていくことはできます。だから、そういう意味で10万円でいいっていうね、意味なんですよ。10万円にスケールすることができれば、それを理論的には30万円、50万円で月100万円っていうところまでスケールが可能であるっていうことです。で、これが、もちろんレバレッジワークか時間労働かによって変わってきますよね。で、まあ、例えば僕に関連することで言えば、ヨガのインストラクターとか、で、だいたいヨガのレッスンって1時間3300円ぐらいなんですよね。今、東京での平均の価格がね。3300円、わかりやすく3000円としましょう。だから1時間3000円のクラスを提供している人は、10人に提供できればそれが3万円。で、100人に提供できれば30万円になるわけですよね。で、ようやく1000人に提供することができて300万円になると。だからつまりだから単価かける数量で決まってるわけですけど、自分の体使うので、1ヶ月に100時間自分のレッスンを提供するってなかなか難しいですよ。
で、その中でもやっぱりそのスタジオのレンタル料金だったり、所属していたらそこからのマージンとかね、そういうのも取られちゃうんで、結局、すべてが利益になるわけではないので、なかなか厳しいと。でも理論的には、できる。でもやっぱ時間っていうのは限られてるので、そこでやっぱり、自分の体は複製できないので、複製できるものを使っていくっていうのが基本的な考え方です。で、だからそれは本当に最初の取っかかりは少なくてよくて、まずはだから1万円から1万円を目指して、で5万円、10万円を目指していく。で、10万円のその副業、もう副業とは呼びません。だから一つの事業と考えて、で、それを今度スケールさせる方法を考えていくっていう、そういうふうな順序になりますね。はい。なので、今日の、タイトルの副業は10万円でいいっていう意味は、そういう意味です。まずは、小さく、自分の好きなところと得意なところを掛け合わせたところから、小さく1万円からでもいいんで、1000円からでもいいんで、で、スケールさせていく。で、それを10万円まで持っていくっていうこと。で、もう一つは、もう副業という言い方をやめて、副業ではなくて自分の一つの事業として取り入れる。で、そっちを主軸になるように育てていく。そういうイメージですね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではミニマリズムとか、ソロプレーナーとか一人ビジネスについての話をしています。よろしければチャンネル登録お願いします。そして週に1回ニュースレターも書いてますので、概要欄より登録してみてください。月曜日ですね。今週も頑張っていきましょう。それではまた。チャウチャウ。